はい、こんにちは。今回は前回のブループリントインターフェースの恐ろしい話のコメントで、セイコーデブさん、セイコーデベロップメントさんから 4.25.3 なら警告が出ないように直せるというコメントをくれたので、警告が出ない方法の共有と、前回の若干間違ったことを言っている情報の訂正をしていきたいと思います。まず小さな間違いの訂正は、このアウトプットピンを間違って増やして、消してもエラーが消えないと言ったんですが、正確にはアウトプットピンを増やした状態で、コンパイル保存した状態で、この実装先のブループリント上でコンパイルをした段階で後戻りができなくなるっていうのが正しい説明で、増やした状態ですぐ消せばブループリントの実装側でこの黄色いエラー文、これは出ない状態でした。このエラーが出るっていうこのびっくりマークの警告が出るっていう話は4.24.3 の話です。で、4.25.3 ならアウトプットピンを増やした状態でコンパイルもして保存もして、で実装済みのブループリント上でコンパイルして保存をして、その後でも、このブループリントインターフェースのアウトプットを削除して、こちら側でコンパイルをしても、単純にこの 4.24.3 だとこの時点でもうすでに黄色いびっくりマークがつくんですけど、 4.25 だと、この段階ではつかずに、この黄色い状態はこのイベントで呼び出すっていう状態なんですけど、 BPI イベント BPI テストを呼んでコンパイルをすると、黄色はイベントで呼べるっていうはずなんですけど、この BPI テストを呼んでくる、イベントテストを呼んでくるとエラーが出ます。これは4.24 と一緒なんですけど、これを解消するために BPI テスト、この実装済みの方から呼び出せる編集ができる関数の方で、この関数をイベントに変換っていう日本語になってるんですけど、英語だと Convert Function to Event っていうんですかね。関数をイベントに変換を押すことによって、この関数をイベントに変換するっていうことができるらしく、通常起こり得ないイベントが2つ存在するっていう状態になるんですけど、これこの状態でコンパイルしたらどうなんだろう。エラーはそのまま出る状態で、こっちを消せば、通常のイベントとして機能するっていう状態になるみたいです。ただこのリターンノード自体は 4.25 でも消えないみたいなんですけど、でこの新しいノードを変換してできたノードを使うと、結局その関わってるメッセージとかでつながりのある部分を差し替えなきゃいけないのかなと思ったんですけど、一応このコンバートをすることで関わってるところもちゃんと変換というか特に問題ない感じになっていたので、 4.25.3 であれば、前回10分くらいかけて怖いねっていう話をしたやつは解消されていたっていうことみたいなんですよね。ということで、セイコーさんのおかげで、恐ろしい話が恐ろしかった話っていう過去の話になりましたっていう感じですかね。ただこのアウトプットピンを押すっていう作業に関しては、少し考えてから押した方がいいっていう点に関しては、今でも考えは変わってないかなって感じですね。別にこのリターンノードがあったから何かが起こるってわけではないみたいですけど。で、このブループリントインターフェースっていうのがどこかで追加された機能というわけではなく、ほぼ最初からある機能なので、この Unreal Engine 4のバージョンも結構もう後半の方のバージョンなので、そんな変更はないだろうと思ってたんですが、で念のため確認っていうつもりで見てたんですが、4.23 と、左から 4.23、4.24、4.25 っていう状態なんですけど、4.23 が同じ構造で作っているのに、この黄色いアイコンがないんですよね。なんでないのかなっていう感じなんですけど、とりあえず BPI でイベントを呼んでコンパイルすると、これですね。このイベント BPI テストイベントっていうのが出てきて、だから 4.23 まではこの黄色いアイコンっていう表示はなく、イベントで呼んだらここにイベントグラフにイベントが追加されるっていう形で、4.23 までの方だとちょっと分かりづらかったかもなっていう感じですね。そういう意味で言うと 4.23 で、4.24 で、この黄色アイコンになったっていうのは、ちょっと馴染みが薄い側からすると分かりやすいような気がしますね。なので 4.23 から24にかけてもちょっと違うなっていうところもありつつ、
表示に関してですね、とりあえず前回はこの黄色がイベントで呼び出せるアイコンで、青色が関数で、使えるアイコンっていう形で説明したんですけど、さも当然のように説明したんですけど、この黄色のアイコンが使われるようになったのは 4.24 かららしいですね。4.23 まではこの普通のイベントグラフの中に突っ込まれて、分かってない人からすると分かりづらくなるかなっていう状態だったって感じですね。で前回やった通り、エラーが出る方法で組んでいくと、4.23 はエラーが出て、4.24 もエラーが出て、4.25 は一応エラーが出ない状態っていう感じですね。で、さっきこの黄色いアイコンが出ないっていう4.23 だと出ないっていう話をしたんですけど、リターンノードを増やしてエラーが出る状態になったらこの黄色いアイコンが出るようになったんで、よくわかんないですね。よくわかんないです。で、この関数の、4.25 だと、ここ右クリックすると、関数をイベントに変換っていうのが、あるんですけど、ここには 4.23 にはなく、4.24 にはあるんですよね。4.24 には Convert Function to Event っていうのがあって、ただこれを押しても、僕の環境はですけど 4.24 のバージョンだとこれが成功したことはないんですよね。何回かいろんな場面でこの Convert Function to Event を押してみたんですけど、 4.24 では一応この Convert のメニューはあるんですけど、ここでは使うことができず、 4.25 はさっきやった通りって感じですかね。とりあえずこの関数に対して右クリックでこの関数をイベントに変換。日本語だと関数をイベントに変換で、英語だと Convert Function to Event になるんですかね。関数をイベントに変換。で、これをやると、関数に変換できませんでした。これもあれですよね。このファンクションの方にはまだアウトプットピンがあるので、イベントに変換できなかったっていうことだと思うんですけど、って感じですね。ここだけ見ても、4.23 と24でも違うし、結果的にも24でエラーが治らなかったのが25で治っていたりっていう形で、アンリアルエンジンもバージョン4の状態では結構後半の状態になってきたので、こういう昔からある機能に関してはあんま触れられてないんじゃないかなと勝手に思ってたんですけど、結構新機能以外の部分も、修繕がちょこちょこ行われてるんだなっていう、バージョンごとに全部違うぐらい変わってんだなっていうのを、こんなとこ修正してないやろうって高をくくって動画作ったら毎バージョン修正がかかっていてマジでって感じで、そんな感じで毎日右往左往しておりますという感じで、次回はブループリント通信に関しての補修をしたいと思います。難しいですね。リリースノートっていうのか、毎回バージョンアップごとの全部見なきゃいけないんですかね、これ。今後はちょっとそのリリースノート的なものもちょこちょこ見ていくようにしようかなと思った今日この頃でしたって感じで、次回もよろしくお願いします。